今日はベースが主役の音楽を作るベースギターのスタイルを解説していくよ。日本の音楽界隈では英語のベースをベースとバス2種類の読み方をしている。ギターの仲間の楽器のことはベース、それ以外の低音担当の楽器はバスと呼ぶね。バスドラムとかバスボーカルのように同じ英単語でも読み方を変えてる。ただ英語ではもちろん全部同じベース。そしてこれがスノでは非常に厄介なんだ。スノで単純にベースとだけ入れるとベースという単語の意味が多すぎていろいろなベースの要素が入ってしまってベースギターの音だけを出すことはできない。ならベースギターと入力すればいいのか。そうすると今度は普通のギターの音が出るよ。スノの学習の出力は単語ごとに行われる。ベースはこの仕様と極端に相性が悪いね。だから V4 でベースギターのスタイルはほぼ意味がないレベルだったんだけど V4.5 でそれなりに効果が改善されて使えるベースギターのスタイルもできたよ。今日解説するスタイルはアコースティックベース、スラップベース、FM ベースの3種類。 V4.5 のスタイル解説は基本的には6種類のスタイルを紹介してきたけど今回の動画は以前の形式に戻して3種類のスタイルの効果をじっくり見ていくよ。それじゃまずはこのスタイル単独でどんな曲を生成できるか実例を聞いてみよう。空の青さに問いかける昨日の私どこへ行く風のささやしめて涙も笑顔も抱えたまま新しい始まり教えて3種類のベースギターのスタイル、それぞれの音を聞いてもらったよ。アコースティックベースは名前の通りアコースティックベースの音を鳴らす。ただ英語のアコースティックベースの範疇にはコントラバスも含まれるから注意が必要だね。スノのアコースティックベースの音も結構コントラバスの音の影響を受けてる。ちなみによりコントラバス風にしたいならダブルベーススタイルを使うといいよ。それとアコースティックが単独で効果を出して曲全体がアコースティック風になってしまう。要するにギターなどの他の楽器までアコースティックになっちゃうってこと。スラップベースはエレキベース系の音を出す。そして一番の特徴はメロディアスなこと。ベースでメインメロディーを演奏できるからベースが主役の曲を作るときに非常に便利。 V4.5 だとメインメロディー担当楽器はボーカルが入らなくなるのが難点だけどね。それとメロディーを奏でるという性質上特定の曲調に近寄る性質がかなり強い。スラップベースはファンクやディスコで多用されるから曲調もそれに近づくよ。ちなみにエレクトリックベーススタイルは
ベーススタイルとしてはあまり効果がない。エレクトリック単独の効果が出ちゃうよ。一般的な単語はスノだと使いにくいね。FM ベースはシンセベース系の音を出す。電子音っぽいベースの音になるよ。FM は初期のシンセサイザーの音色だから、古さを感じる音に聞こえるかもしれない。それと FM ベースはベースだけではなく、曲全体の音を FM 風に変える効果もあるよ。アコースティックベースと同じ現象だね。スノ特有の厄介な現象だよ。ちなみにシンセベーススタイルもやっぱりベーススタイルとしては効果がない。単独でも強い効果を持つ単語はベースにつけてもベースを邪魔するだけだね。それじゃ次は他のスタイルと混ぜてそれぞれの効果を比較してみようか。混ぜるスタイルはアンビエントポップ、三味線、シューゲイザーにしたよ。空の彼方に夢を見た無限の広がり抱きしめて涙も笑顔も抱えて空の彼方に夢を見た無限の広がり抱きしめて涙も笑顔も空の彼方に雲を見た無限の広がり空の彼方に夢を見た無限の広がり抱きしめて涙も笑顔も抱えたまま空の彼方に夢を見た無限の広がり抱きしめて涙も笑顔も抱えたまま空の彼方に夢を見た無限の広がり抱きしめて涙も笑顔も抱え3種類のベースギターのスタイルを他の曲と混ぜた時の効果を聞いてもらったよ。ベースギターのスタイルは聞いての通りベース以外の部分も大きく変わってしまう。これはスノの問題というわけではなく現実の作曲であっても同じことだよ。ベースは音楽の土台になる楽器だからその音だけを変えることはできないんだ。スノでもベースギターのスタイルを使うとバランスの崩れた曲が生成されやすくなる。あまり気軽にいじってはいけない。ベースはそれくらい重要ってことだね。まあだからベースギターのスタイルもあまり使わない方がいいとは思うよ。でもベースが主役の音楽を作るならベースギターのスタイルを使うしかない。たまにはベースを主役にしてみたい。そんな人向けのスタイルだね。それじゃまたね。